昭和8年、満州事変を発端に国際連盟からの脱退を余儀なくされた日本は、その後世界から孤立する運命をたどることとなった。太平洋戦争開戦1年前、成績優秀だった隆は、不覚にも競争率50倍の壁をあっさりと越えてしまった。尋常小学校程度の試験など、目をつむっていても受かる程度だ。合格を確認した清は、静の無念の思いをよそに、一人大喜びした。末息子はただの兵隊ではなく、下士官として軍人になるのだ。何よりも名声を欲しがる清にとって、久々の朗報であった。昭和15年4月10日、中学を卒業した隆は、17歳で、東京陸軍航空学校に入校した。自ら志願してやってきた者は、意気揚々として、一線を隠した異様な雰囲気を漂わせている。意に反して合格してしまった隆にとって、その場所は予想通り居心地が悪かった。日々のスケジュールは、学科教育、術科教育と、起床から就寝までびっしりと組み込まれ、後悔の念を抱く余裕すらなかった。中でも術科教育の小銃使用や戦闘法は、隆にとって興味すらなかったが、うっかり気を抜くと、教官の怒号が鳴り響く。ようやく年期の1年が過ぎると、適正検査の結果、操縦文化、技術文化、通信文化とそれぞれに選別され、操縦文化は飛行兵となるべく、技術文化は飛行機の修理整備のため、さらに上級学校での専門教育を受けることを義務付けられる。隆は適正検査の結果、通信文化に振り分けられ、水戸陸軍航空通信学校の学生となった。通信文化の生徒は、暗号解読、無線整備、モールス信号などを1年かけて習得するのである。東京の学校を卒業した隆には、また新たな年季の始まりとなった。通信学校で約1年の専門教育課程が終了すると、上等兵の階級が与えられる。さらに1年の専門教育を経て、階級は兵長へと進み、下士官候補者として部隊に配属されるのである。そして最後に約半年の訓練を受けた後、現役の伍長に任官されるのだ。半年の訓練先として配属されたのは、満州の治部里だった。移動の途中、目にする現地の農民たちに、隆は心を痛めた。彼らはある日突然、領地を奪われ、報いのない労働を強いられた。挙句に生活のすべてを失うことになったのだ。隆はせめてもの償いのように、時折、上官の目を盗み、すれ違う農民の手に、こっそり忍ばせた食料を握らせた。満州の治部里で半年の訓練を終え、伍長になった隆は、ミンダナオ島カガヤン・デルモンテで対空無線隊に着任した。対空無線隊は戦闘機と連絡を取り合い、敵機に遭遇させる役割を担う。通信隊はさらに重要な任務を背負う。当時の航空無線機のレベルは低く、通信設備や送受信能力は地上基地局と変わらぬほど劣悪で、お粗末なものであった。そのため、はるか上の技術を備えた米国には筒抜け状態となり、傍受を回避するためには、微弱な中波や超波電波を使用して、リレー中継せざるを得なかった。前線の通信隊から後方司令部、核南洋諸島基地通信所へとつなぎ、最終本部に到着するまで、2、3日かかることも珍しくはない。必然的に発信元の前線通信部隊は砲弾の雨をかいくぐりながら迅速な暗号解読作業を
課せられるのである。地上での戦闘は日を追うごとに激しさを増している。上空からは低空飛行で爆弾がばらまかれ、B-29が街を猛撃した。相次ぐ米軍の侵攻に食料の補給が間に合わず、餓死者が続出していった。敗戦色が濃厚になるにつれ、あまりの苦しさから自ら命を絶つ者や、歩兵隊の一部の者はゲリラ化し、殺人や窃盗を犯す者もいた。高志率いる部隊も重い無線の機材を抱え日夜夜ごと戦火をかいくぐり移動を続けていた。部下は日に日に衰弱している。本部を出るとき、わずかに支給された食料はすでに底をつき、その後の支給もままならない状況だ。常軌を逸した現状に蛇やトカゲ、口にできるものはすべて口にした。それでも間に合わず、前に進む力さえ尽きそうになっている。分隊長殿、このままでは我々は行き倒れです。この重い機材を担いだまま、もう先には進めません。対空無線隊にとって無線機を捨てることは任務を投げ出すことであり、恥でもある。上空で戦う仲間にとっては無線だけが頼りだ。今にも倒れそうな部下たちは皆その意味を十分理解している。それでもなお身を切る思いで絞り出すように高志に懇願しているのだ。高志も同感だった。これ以上は無理だ。もはやこれまでだ。皆すまない。彼らを生きて日本に帰らせてやりたい。たとえ自分の命に変えても部下を死なすわけにはいかないんだ。高志は上空で戦闘を続ける同志を仰ぎ見ながら大粒の涙を流し、唇を震わせ、そうつぶやいた。部下は絶対一人も死なせない。ましてや飢え死になど。栄養失調で意識混濁とした中、その思いだけは強くあった。